안녕하세요. 가이도노 영영です。僕の YouTube のネタが共にまさぐるとだけじゃ足りないんじゃないかなと心配してくださり、今回は野党である国民の荷物、国民の力の方でもやらかしてくれました。国民の力の方でやらかした事件はまた動画を作って詳しくお伝えさせていただきたいと思います。でも圧倒的に今権力によっている与党の方が事件は多いです。まずコロナも避けて通る共にまさぐる党の議員だから、OECD 加盟国の中でも自営業の割合が一番多いこの国で、自営業者たちがこんなに被害を受けているのに、酒を売っているところは店内で飲食可能。カフェはお持ち帰りだけを許可。キックボクシングジムはダメだけど、ボクシングジムは OK。テコンドーは営業続けてもいいけど、ハッピードはダメ。マンツマンで教えてるピラティスはダメだけど、団体でやるバレエは OK。2つのテーブルに分けて8人が座ると OK。タクシーに乗ってるときは運転手を含めて5人になっても OK。4人家族で家政婦を入れて5人になっても OK。ゴルフ場ではキャディを入れて5人になっても OK。キャディ、運転手、家政婦などはヤンバンの手伝いをしなきゃいけないですからね。全く基準が曖昧なまま、お偉いヤンバン様たちはパーティーを楽しんでる。コロナが夜行性だからなのか、9時以降はダメだと言いながら、自分たちは9時過ぎても飲んじゃう。共にまさぐるとの若い区議員まで30代になっても自分が行ったところがパーティールームだと知らなかった。素直に謝ったら共にまさぐるとの党員じゃないですからね。自営業者の人たちに会うためだったとか、わけのわからない弁明を続けて非難が殺到しました。この人たちは今韓国で違法になっている風俗に行ってもこう言うでしょう。自営業の人たちに会うために行った。まるでセウォル号事件の時に右の政治家がカップラーメンを食べていたことを猛烈に非難しながら辞任まで追い込んだけど、自分たちは高価な食事をとっていた人もいたし、KBS の社長はカラオケに行きました。でも KBS の社長はこう言いました。カラオケは行ったけど、歌は歌わなかった。純粋に歌だけを歌うカラオケの割には、法人カードで決済した金額が高かったことは、いわゆる歌を手伝ってくれる手伝い女性がいるカラオケだと推測できます。これはまるで酒は飲んだけど、飲酒運転はしてなかったという話と一緒です。ウルサン市長選挙介入事件で、パンオナ前울산警察庁長。彼も飲食店で6人以上集まっていたが、発覚され、最初はいつものパターンで白を切り、そんな覚えない、知らない人たちだった。でも時間が経って同席していた人たちが、知り合いだってことが発覚。しかも同席していた人たちの中で、コロナ感染者が確認されても、この人、何を謝れっていうのかわからないと言っています。左の人たちと右の人たちの脳の柔軟性が5倍違うっていうソウル大学の研究結果は、ますます信憑性が上がります。先週、韓国を騒がした事件がありました。里親の虐待で、この世を去ったチョンインちゃんの事件なんですが、チョンインという名前は、養子縁組前の名前だそうです。僕がいつも日本の社会現象、流行り、文化トレンドなどが10年ぐらいの差を置いて、韓国に流れてくるといつも言ってますが、正直こういう現象は20年、30年経っても韓国に起きてほしくなかったです。僕は東京で留学をしていた2001年、未だに僕は覚えてるんですが、錦糸町駅近くであるお母さんが幼稚園生のような息子に何度も平手打ちで顔を叩く姿を見てものすごいショックを受けました。僕は今もそのお母さんの顔を覚えています。大勢の人たちが行き来する大泥で何度もそのような行為をする女性をみんな素通りする姿がものすごいカルチャーショックというか衝撃そのものでした。僕は他の韓国人よりも松雪泰子と芦田愛菜のマザーというドラマを早く拝見しましたが、当時もものすごいショックを受けました。やはり韓国でも時間が経ってドラマや映画でマザーの真似をするような作品が出てきました。ちょっとした権力やお金があるからって
傍若無人に振る舞う人よりももっと最低な人間だと思います。本当に中国のようなやり方で処刑してほしい人間たちです。でも今回の問題はたどり着くと、ムン・サイナンの政治的な扇動により、チョ・ギンチャンも犠牲になったと言っても過言ではないです。ムン・サイナンが言う検察改革のおかげで、検察の権限を警察に与え、今年は警察が捜査終結権まで持ってしまいました。つまり検察が何度再調査を要求しても、警察は勝手に捜査を終わらせることが可能だということです。検察は弁護士資格を持っているから、辞めても弁護士はやれるけど、警察は公務員だから、クビになったら年金もらえない可能性もあるし、辞めた後が大変になるから、世間の犬になるしかない。それをしてムン・サイナンは警察の権限を拡大しました。でもその巨大になった権限を正しく使うのではなく、自分たちが面倒になるそうな事件は、捜査を始めようともしない。そして勝手に捜査を終わらせてしまうんです。3回も虐待の兆候があると通報したにもかかわらず、まともに捜査しなかった警察です。チョ・ギンチャンはムン・サイナンの政治的な扇動により亡くなった犠牲者だと僕は思います。そして里親である男性が極左である CBS で働いているということをマスコミは最後まで隠し、かばおうとした。カセヤンの方が暴露する前まではね、テレビでは平穏な家庭を演じて、誰もいないところでは人間以下のことをやっていた。これがまるで左の人たちの本性そのものです。この夫妻の親は、それぞれ地方の牧師で、男性の父親も本人も放送局だとか他のところで、テケムンの組合で活躍しているバリバリテケムン家族でした。カセヤンで初めてこの男性が CBS で働いていると言ったら、翌日になって CBS は彼をクビにしました。女性の方が一人でやってたっていうふうに言うけど、状況的にそうは見えません。二人が加担したに違いないと思います。この後も問題なのが、最近芸能人の概念発言というのがなくなったと思ったら、痛みを共有しないと気が済まない。温かいハートの持ち主である韓国人が、ジョギンちゃんごめんねチャレンジを始めました。僕はこのような人たちが一番鮮度に弱い人か、それとも日和主義者だと思います。よく名前もわからないけど、芸能人たちもジョギンちゃんごめんねチャレンジをやっています。このような人たちは流行りに乗らなきゃ、みんながやってるのにやらなきゃ遅れてるような気がしてやっている人。なんかこういう時に参加しないと、私なんか涙もない、情もない人に見えると思い、周りを意識してやるタイプ。僕がいつも言っているなくなってほしい韓国語3つ。訂正、尻尾つかみ、ネロナンブル。この3つの言葉がなくならない限り、僕は韓国が先進国だと思いません。ネロナンブルは今、共にマサグルトが肝に銘じて常に行っているので、皆さんもよくご存知だと思います。尻尾つかみは運転中、信号が赤に変わっても、自分まで行かなきゃって、最後の車の尻尾を掴んで行っちゃうから尻尾つかみです。訂正はものすごい勢いで今流行ってること。このような人たちが例えば日本が好きで何度も旅行行ったけどテレビで騒ぐとすぐ反日の訂正に参加したり昨日まで毎日牛丼食べといて BSE のデモに参加してアメリカの牛肉を食べると頭がおかしくなると叫ぶ。本当に自分が意識ある下市民になりたいなら今、ムン・サイナンを非難するべきじゃないかな。小さいお店を経営するにあたって、毎日従業員がレジからお金を盗んだとしたら、それはオーナーの責任です。オーナーは自分がいない時でも、ちゃんとお店が回るようなシステムを構築しなきゃいけない責任がある。そして自分のためにも CCTV を設置するとか、ちゃんと通常通りに常連客は来ているのか、お客さんが急に減ってはないのか、減っているのであれば、その原因は何か。その管理を怠っていたオーナーの責任です。この国で犯罪の被害を受けても、ちゃんとその捜査が行われないようなシステムを構築したムン・サイナンの責任です。なのに、この人たちは流行りを追っかけるだけで、チョ・ギンチャン事件の本質を見抜いてない。しかも大統領という人間は、ついに脱政治を宣言しました。大統領は政治、つまり国を治める行為をしないということです。そうすると今まで自分がやったことがなくなると勘違いしているのか、今までの罪で十分あのハウスで
数十年はいられると思います。こんな無能なムン災難のおかげで、ちょっとした雪が降って積もったら、ソウルが麻痺してしまいました。僕もちょうどその日にカンナムの登山公園にいましたけど、カンナムの方が강북より積雪の量が多かったし、除雪された痕跡や除雪車も見かけられなかったけど、尻尾つかみをする車やバスレーンを走る車など、信号無視は当たり前の修羅場でした。他人の痛みを共有するハートの温かい韓国人はどこに行っちゃったんでしょう。なんとかして僕はカンナムからソウル駅まで無事にたどり着き、KTX で帰るために乗り場に向かいました。今コロナで社会的距離を置くことになって、入り口と出口がこんなに大きい文字で書いてあるにもかかわらず、昼間は人がいるから守るけど、人がいない夜は修羅場でした。僕は僕の目を疑いました。確実に僕は入り口の方に入ったけど、ひっきりなしに人が出てくるんです。もうガンガンぶつかりまくって、わずかな距離の近さのため、その方から出るのが訂正だから、一人二人はちゃんと出口と書いてあるところから出てきてもいいと思ったけど、一人もいませんでした。その訂正に逆らう人は一人もいませんでした。一瞬僕は僕の身長が小さいから見えないのかまで考えました。でもそんなはずない。パクポンゲに比べると僕は中本マンレベルだ。見えないわけがない。そして僕はまた考えました。もしかしてソウル駅に来る途中まで交通事故があり、実は僕、シックスセンスのブルース・ウィリスの状態になってる。でもお店の人はちゃんと僕のことを認識していたから、それでもない。あの時動画を撮ればよかったのに、どっちみち同じ終電の時間だと、同じことが繰り返されてると思うので、そうであればアップロードしたいと思います。韓国語でもタイトルをつけたいと思います。チョインちゃんごめんねとかで、意識ある軽視面ぶらないで、まず公衆道徳を守りましょうって。このような事件を利用し、感情に訴え、最近も交通事故で亡くなった民主主義法が、現実と乖離した方で問題になっているのに、与党と野党は互いにこれを利用し、新たな法案を作るのに忙しいです。基本的な公衆道徳も守れないのに、政治的に意識ある市民を演じても意味がないっていうことをいつになったら悟るのでしょうか。最後まで見てくださりありがとうございました。また他のニュースでお会いしましょう。